烏帽子とサンはもののけ姫のサンですね、親子じゃないかなというふうに思ってましてですね。でネットのなんか書いてる人も見たんですけど、みんなね根拠はないがって書いてるんです。で僕もね根拠はないんですよ。証拠自体はないと。宮崎さんはどこにもそんなこと語ってないし、鈴木敏夫の発言も大体さらったんですけど、どこにもないんですね。不用意に鈴木さんがどっかでいて、鈴木敏夫がどっかでいてないかなと思ったんですけども、ないんですけども、ただし不自然なことがあるからなんですよ。不自然なこと。なんでかというと、サンの生い立ちのですね、森を侵した人が山犬を恐れて生贄として赤子を捨てていった。もうそれだけなんですよ。それしか書いてないんですけどもね、あまりにね、他のだって烏帽子御前にすらですね、元売られていって和光でとかですね、あと自己棒とかですね、いろんな人にですね、山のように設定ついてるんですよ。でもサンだけたった1行だけなんですよ。すごい不自然なんですよね。であまりに言葉足らずで不自然で、おまけにアニメの中で結構回想シーン出てくるんですけど、サンの赤ん坊の頃の画像もないですよね。それはなんか理由があるんだろうというふうに僕はやっぱ考えちゃうんですよね。でもしサンが烏帽子の赤ん坊だったら、もののけ姫サンが烏帽子御前の赤ん坊だったら、いろいろ説明がつくんですね。でなんでかっていうと、和光の頭目を殺したぐらいだから、当然そいつの子供がもしいたとしたらあんまり愛情を持ってないだろうですね。でいやそうじゃなくて、女なんだから産んだ子供に愛情があるはずって思っても、いや違うんですよ。女もオタク道なんですよね。烏帽子は普通の女ではなくて女もオタク道だから、なんかそこら辺はちょっと普通のメンタリティ違うということも考えられると。で烏帽子のたたら場に子供がいない、さっき言った三次制限を激しく引いてるっていうのも、烏帽子様自身がまず自分の子供を捨てたというか失ったっていうのをみんなに分かるようにしてるんだったら、なんとなくね、みんなが村の中で子供が我慢するっていうふうなことを納得してるのも、なんか自分の中で筋が通るなというふうに思ってるんですね。でこの烏帽子とサンの間の親子関係って考えると、烏帽子と山犬のモロですね、モロの君が激しく憎み合うのもですね、分かりやすくなるんですよ。だってこの映画の冒頭でモロは烏帽子から撃たれて怪我をするんですけど、撃たれるまで別に恨みは強くないはずなんですよ。ところがなんであんなにお互いに名指しで恨み合ってるのかと。だってモロは烏帽子を噛み殺すまではやめれないって言っててですね、個人的な恨みなんです。なんでそんな個人的な恨みなのかっていうと、なんかやっぱ烏帽子にしてみればですね、捨てたはずの我が子がモロが山犬の子供として育てるっていうのは、まさに自分の罪の意識っていうのを象徴になるわけです。やっぱり見るたびに罪の意識がうずいてしまう。いくら捨ててもういない子供だと思っていてもということなんです。でそういうふうに考えてみると、僕前からサンもののけ姫の顔の入れ墨誰が入れたんだろうっていうふうにすごい不思議だったんですよ。で解釈の一つとしては、サンが大きくなった時にもう自分は人間ではないんだ、涙を二度と流さないんだというふうに考えて自分で掘ったということもできるんですけども、いやなんか捨てられる時にもうこの子は人間ではないという意味です、掘られて捨てられたんじゃないかなというふうにもちょっと考えちゃうんですけど、とにかくそこら辺でですね、そのモロと烏帽子の間の感情のブレっていうのはサンもののけ姫を中心とするといろいろ説明がつくんですね。であとですね、割と前半の方で屋根の上で烏帽子御前がですね、アシタカとちょっといい雰囲気で話すシーンなんですよ。アシタカここに泊まり力を尽くさぬかっていうふうに、たたら場に泊まってお前はここで働いてくれっていうふうに口説きます。ここに泊まり力を尽くさぬか、古い神がいなくなり森に光が入ればここは良い国になる、もののけ姫も人間に戻るだろうっていうふうに言うんですね。つまりもののけ姫であるサンが烏帽子を憎んでるのは山犬のモロに憎しみを教えられたからだというふうに彼女は考えてるんですね。だからそのモロ、山犬たちを殺せばサンは人の世界に帰ってくるっていうふうに思ってるんですよ、彼女は。だからサンがこの後この直後ですね、烏帽子を襲ってきたシーンでですね、烏帽子実は本気で相手してないんですね。周りに人バーッと配置して逃げられないようにして、で体術格闘術にしても剣術にしても明らかにサンより勝っているのに一向にとどめを刺そうとしないんですね。そうでなくて、まるでなんか猫がネズミをいたぶるようにやる。なんでかっていうと、
体力が尽きて倒れるのを待ってるんです。そうやって捕まえようとしてるんですけども、なんかそういう表情も見せないし、そういうふうな顔を見せずに、いかにも殺してやるというような雰囲気でやるんですけども、全然強いのに相手にしてない感じなんです。で、モロも烏帽子を憎んでるんですけども、しかしモロ自体、山犬のモロ自体もサンがその人間の世界に帰ることを望んでるんですよね。これモロとサンの別れのシーンですね。私、おことにしたもの目になるって言ってサンが離れるところで、ここで初めてサンがモロにガッと抱きついて甘えるんです。でモロの目が開いて長いまつげが出てきて目が見て、もう本当に何だろうな、色っぽい狼だったんだなっていうようなシーンなんですけども、いよいよ自己坊と烏帽子たちの神殺しが始まって、サンはおこと主についていくために母親のモロに最後の別れをすると。で両者ともですね、もう二度と会えないと分かっていると。その時にモロがですね、お前にはあの若者と生きる道もあるのだがっていうふうに言うんですけど、もうちょっと高いですけどもですね、以前にですね、アシタカがですね、サンと共に生きるあの子は人間だって言った時にはですね、モロめちゃくちゃせせら笑ったんですよね。こんな感じです。どうやって生きるのだとかいうふうに言うんですけども、この嘲笑い方なんですけどもですね、モロはね、本音言わない人なんですよ。これアニメの中ずっと通じてほとんどね、本音を言わないんですね。でかつて恋人同士の関係であったおっこと主っていうイノシシの神様とですね、再会した時もですね、少しは話の分かるのが来たとかですね、もはや言葉も失ったかっていうふうに言うだけで、自分のなんかね、内面的な本音っていうのを絶対に言わない人なんですね。でこれね、三輪明宏がですね、声優を担当した時にですね、このビデオの中で出てくる話なんですけども、このモロの持っている感情的なものに三輪明宏全く気がつかず、普通にですね、演技してたんですね。少しは話の分かるやつが来たっていうふうに言った時に、宮崎駿がなんかもうムズムズムズとしてですね、調整ブスからダーンと飛び出して三輪明宏のところに話していって、とかこういうふうに言ったかと思うと、このね、モロはね、昔おっこと主といい関係だったんですって言うんですよ。そしたら三輪明宏が「はあ?」って言って「狼とイノシシが」って言って「はい、そういういい関係だったんです、そこら辺で」って言ったら、三輪明宏がですね、なんかね、めちゃくちゃ深く納得して「ああなるほど」って言って、次にほんのちょっと声色変えたらですね、昔恋人関係だった男女がですね、ついに言葉も分からぬようになったかっていう時のほんのちょっとした哀れみっていうのかな、自分に対する哀れみですか、これを好きだった自分に対する哀れみで、あと少しは話が分かるやつが来たっていうのは、なんか高校生の女の子が彼氏が向こうから来た時に友達に「ああバカが来たよ」っていうようなニュアンスがほんのちょっと入るんですけども、だったらコンテに書けよって思うんですよね。書かないんですよ、宮崎駿。モロとそのおっこと主がもともとは恋人関係であったっていうの、これね、そのアフリカの現場で宮崎駿がその三輪明宏にもし言わなかったら、でそれをたまたま日本テレビの取材班がですね、撮影してなかったら絶対にわからないままなんですよ。こういうことをしょっちゅうやる、このおっさんは。はい。でなんでそんなことをするのか、この宮崎駿特有の作劇法とかキャラクターというのを扱うなんか本質っていうのは、ちょっと後半の方でなんでこういうことをするのかという理由込みで話します。でモロはですね、サンを人の世界に返してもいいと思ってるんですね。こうやってどうやって生きるというのだというふうに嘲笑いながらも、でもしかしそのためには烏帽子をなんか殺すことが大前提なんですよ。で、なぜ烏帽子のいる世界にサンは返せない。なんでかっていうと、烏帽子御前っていうのは森の破壊者であってですね、人間の中でも特に悪質な存在だからですね。だからモロも烏帽子も両方の大人の女、両者ともサンを救おうと考えてるんですよ。烏帽子は烏帽子で山犬たちを殺して、で獅子神を殺して森に光が入る。つまり森が文明化されて人間の社会の一部になって、単なるその資産、天然資産みたいな天然資源の一部になれば、そうすればもののけ姫は人間の世界に帰ってこれると思ってると。
で、だからこの映画っていうのはね、一人の女の子、娘をですね、救おうとする二人の母親が両方が引っ張っているというふうに考えると、ものすごく分かりやすくなるんですね。だって、モロとエボシはですね、全く同じセリフをアシタカに投げかけるんです。モロはこういうふうにアシタカに言葉を投げかけます。どうやって生きるというのだ。サンと共に人間と戦うのかっていうふうに嘲笑います。で、これと全く同じセリフをですね、タタラバが襲われていると言われた時のエボシですね。これ見てください。左右方向が違うだけで、全く同じく嘲笑いながら、獅子神殺しをやめて侍殺しをやれというのかっていうふうにアシタカに詰め寄るんですね。この両者のこのセリフの関係は、それはもう偶然ではありえないんですよ。作劇上そんなことをするはずがない。偶然ではありえなくてですね、向き方向が反対で、そして同じ意味のことを言っていると。私にどういうふうに生きろというのかとか、あの子にどう生きさせろというのかと。森殺しをやめて、神殺しをやめて、侍殺しをしろというのか、それともお前は人間と戦うというのかというふうに問いかけてるんですね。完全にこの、同じ構図、左右、逆になって同じ構図で、問いかけているわけですね。アシタカ主人公に問いかけている。つまり、自分の娘の生き様を二人の母親がその夫となる人物に問いかけていると。それは反語的な問いかけなんです。そういうふうにしろというのかと言っても、アシタカの答えがそうじゃないということを知りながら、お前はどこまでうちの娘のことを考えてんだいっていう怖いお母さんとして聞いてるわけですね。で、嘲笑いながら同じセリフで返すですね。二人はね、やっぱ同じ立場に立ってるわけですよ。母親であると同時に部族のリーダーであるという立場に立ってるからです。で、こういうふうに考えたから僕はエボシをですね、サンの実の母親はエボシなんじゃないかなというふうに考えました。これもね、やっぱ最初に言いました通り、どこにも証拠はないんですけども、こう考えると矛盾がないっていうことと、あと、大事なはずの、おこと主とモロの君が実は恋人同士だった関係っていうのを本当は言わずに済ませようとした宮崎駿のこの作劇法から僕は考えたわけですね。でも、サンの実の母親がエボシであるということを、モロもエボシも両者ともにサンに気づかせまいというふうにしてるんですね。なので、お互い二人の母親がですね、それぞれを殺さないと、我が娘の未来はないと信じて戦っているという構図になっています。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。